函館空港に無事到着しました。今からね、市内方面のシャトルバス乗って市内の方に移動していきたいと思います。市内方面のバスは空港出てすぐ左ですね、3番乗り場の方のシャトルバスで乗って市内の方向かいます。バス降りて函館駅に到着しました。今日ね、最初セントレアから霧でなんかこう降りれないんじゃないかっていうね、ちょっとトラブルというかそういうのもありましたけど、無事に函館駅に到着しました。ここからね、今バス乗ってベイエリアの方に、宿の方を取ってますので、そちらの方にね、まず移動の方をしていきたいと思います。ぜひ皆さん最後までご視聴の方よろしくお願いします。お楽しみに。函館の港の方に来たら、ロンドンのダイヤモンドプリンセス号っていう超巨大なクルーズ船が停泊してた。横幅300メーターぐらいはありそうな感じの大きさですね。函館港の海の様子はこんな感じです。今日ね、午前中曇ってたんですけど、午後から晴れ間見えて非常に良かったです。金森赤レンガ倉庫の横にやってきました。こちらがね、ベイエリアと呼ばれるような地方で、今からねちょっと腹減ったんで飯食いに行きたいと思います。おしゃれな保線も止まってるよ。函館に来たらここラッキーピエロさんにお邪魔したいと思います。なんでもチャイニーズチキンバーガーっていうのが一押しのお店らしい。なんと1番から100番まで順番待ちの番号あるらしいんですけど、1番になった人はラッキーワン賞っていうね、幸運強運賞っていう賞状と缶バッジ、オリジナルの非売品の方をいただけました。めちゃめちゃラッキーでした。ベイエリアなんで海沿いのいい席取れました。ラッキー。ラッキーピエロさんのナンバーワンセットがやってきました。これが一番人気のチャイニーズチキンバーガーですね。なんか唐揚げみたいなのになんかタレかかってる感じがね。ラキポテっていうポテトですね。それと自家製のウーロン茶の方セットになってます。甘辛だれソースにチキンなんで合わないはずないよね。このウーロン茶もめっちゃ葉っぱの香りしてうまいわ。チーズが乗っかったラキポテいただきます。ラッキーピエロさん美味しかったです。ごちそうさまでした。函館の焼き鳥といえばこちら、なんと焼き鳥じゃなくて豚肉なんですよね。小さな幸せ。なんと伝票番号もゾロ目。うまそうに焼けてるね。こちらが函館名物の焼き鳥弁当ですね。ここのとこに溝があるんで串を当てて蓋を閉めて串を引き抜く。そうするとうまく乗ったまま食べれます。うまっ。豚肉もねそんな脂っこくなくてすげえ食べやすいけど、海苔にもねちょっと塩気があってご飯のおかずにちょうどいい。焼き鳥弁当美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、しかし今回の宿は絶好のロケーションだな。シェアホテル箱場さんです。今日の俺はドミトリールームのこのお部屋。宿の正面になんか寂しそうな少女の銅像がありました。25円ですか、路面電車往復。タクシーに乗って函館八幡宮の方にやってきました。神々しいね。なんか文字もカムイって書いてある。なんでも函館八幡宮は函館市民の方が毎年初詣に訪れるんだって。やばいぐらいの坂なんだけどわかるかな。やっと長い下りのターンに来ました。いやー、着いた。やっと着きました。立町岬到着。立町岬の先端にやってきました。雄大な断崖絶壁の景色だね。函館の今の気温が14度です。風呂ね入りに行きたいと思います。うわ、車満タンなんだけど。八千頭温泉
入浴料は大人1人460円です。こんな雑魚寝スペースもあるからくつろげていいよね。いやー、カチャカシ色のね温泉でね、めちゃくちゃ温まりました。シャンプートリートメントはボディーソープは持ち込みで、ドライヤーはコイン式で3分20円かかります。八千頭の路面電車の駅にやってきました。これに乗って駅の方向かいたいと思います。路面電車だけど IC カード使えた。上にエアコンまでついて最新式です。函館駅にやってきました。ここがねすごい人気店らしいんだけど、入れるかな。やっぱ大人気店でしたね。魚さんこさん並んでちょっと待ってみたいと思います。店内趣ある感じでとっても居酒屋感があっていいね。1杯目はお疲れの生いただきます。はい、お疲れ様です。お通しで漬物と魚の煮物。こちらがホッケ刺し、こちらがニシン、マグロと青つぶ貝。いただきます。コリコリだわ。はい、お客様です。はい、国士無双の方いただきました。お願いします。おお。はい、どうぞ。しみるね。じゃがバターやってきました。塩辛を上に乗せて食べるのがこっち流。うまっ。この塩辛とじゃがバターがバカうめえんだけど、これお次は銀だらの西京焼き。中の身はホロホロ。タラのうまみたっぷりで、銀だらの西京焼きもバカうまい。豪宝さん、はい、豪宝です。銀醸。うめえな。豪宝なんだけど爽やかな香りなんだけど辛口な感じで、すっきりとした飲み口でうまい。うまい。締めのサービスであら汁の方をいただきました。ありがとうございます。いやー、魚さんこさんいろいろ美味しかったわ。ごちそうさまでした。夜の函館にちょっとパトロールに出かけたいと思います。大門横丁に北海道の水道発祥の地のものがありました。夜の函館駅にやってきましたけど、バスももういないみたいで閑散としてますね。ただタクシーだけはちょっと待ってます。函館から東京まで新幹線今つながってるんですね。夜のパトロールで赤レンガ倉庫にやってきました。小樽のレンガ倉庫もよかったけど、函館の倉庫もめっちゃいいね。金森赤レンガ倉庫っていうらしくて、森っていう文字が書かれてますね。函館からチャンネル登録よろしくお願いします。あれ、今日の昼間に行ったラッキーピエロさんの前になんかビアホールらしきものがある。行ってみようかな。函館ならではのビールもちょっとありそうなんで寄ってみたいと思います。札幌空知の方いただきました。このビール札幌さんがこだわってたホップの香りがめっちゃするわ。うめえ。やっぱベイエリアっていいよね。よし、じゃあ八幡坂の一番上まで登っていくぜ。いやー、夜の八幡坂風情やっていいですね。長谷川ストアさんにお酒の方を仕入れに来ました。セコマの
トマトチューハイ、それとセコマオリジナルの山わさび塩ラーメン。わさびだ。1日目は 19,992 歩でした。おはようございます。朝7時の函館の様子です。波超穏やかで天気も最高に、今日一日楽しみだ。赤レンガ倉庫脇の橋は七材橋っていうんですね。15分ぐらいしてね、朝市の方にやってきました。日に一番名物のイカ釣りに行ってみたいと思います。イカ釣り体験の方していきたいと思います。おー、すげえイカいっぱい泳いでるわ。朝市だね。はい。耳にね。耳。監督の耳の下に針当てて。はい。はい。はい。じゃあ行きます。結構難しいよ。よし。よし。釣れた。この中にね。はいはい。わー、立ってくれた。わー、すごいすごいすごい。今釣り上げたイカをさばいてもらいました。美味しそう。生姜醤油でね。やっぱ抜群に新鮮だね。透き通ったイカめっちゃ甘みあるわ。うまい。函館来たらここは外せないでしょう。ウニ村上函館本店。朝から並んじゃいます。朝から札幌生クラシックいっちゃいます。待望のウニ丼がやってきました。今日は北方四島のエゾバフンウニだそうです。今度はわさび醤油をかけてやっぱミョウバン入ってないウニバカうめえわ。このとろろのね味噌汁もバカうまいんだよねこれ。この昆布とろろの味噌汁もまたいい仕事してるわ。うまい。いやー、評判通りウニ丼美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、朝飯もしっかり食べたんで、今からね電車乗って五稜郭の方向かいたいと思います。今ここだからこう行ってここですね。五稜郭に移動します。駅から五稜郭までは750メーターぐらいあるそうです。こちらが五稜郭の入り口のようですね。五稜郭タワー登る前にまずは下から見ていこうと思います。函館奉行所と書いてあります。なんだか物々しいな。藤棚を上から望むことができました。めっちゃ綺麗。函館奉行所にやってきました。北のね開港の窓口として函館港栄えたんですけど、18世紀の後半に外国船が近づく事件が多発したそうで、それにより函館にこういう見張りの奉行所が建てられたそうです。裏門橋の方までやってきました。表とまあ一緒なんですけど、お堀がねこうやってあるような状態です。こちらが函館市の中央図書館ですね。赤レンガで立派な建物です。五稜郭公園もねなかなか広くてちょっと歩き疲れたんで、六花亭さんでねちょっと休憩の方していきたいと思います。店内からの五稜郭の眺めが絶景じゃないですか。イートインコーナーは11時からでした。残念。
六花亭さんで有名なマルセイバターケーキの方を買って後でコーヒーと一緒に食べたいと思います。最近コナン君で五稜郭が舞台になったみたいですね。1階からエレベーターをご利用くださいませ。おー、タワーの上に登ってきました。さっき言った五稜郭の形がバシッと見えますね。地上90メーターからの眺めはこんな感じです。足元までガラス張りで結構怖いね。函館山から函館港方向の眺めはこんな感じです。五稜郭タワー降りてきましたので、今度は近くの美術館やね、北洋資料館など行ってみたいと思います。こちらが函館美術館ですね。結構広めな美術館っぽいですね。ここね、ちょっと興味あるんですよね。函館市の北洋資料館。陸上最大最強の肉食動物なんだって。北海道北の海を指してるわけです。はい。ですからオホーツク、太平洋、3つとも北洋に入るわけ。はい。4島は日本にしますよ。はい。1855年ですね。はい、ロシアと初めて開国。そしてさらに明治になりますと、明治8年に千島樺太交換条約とあって、その北の方、中部からこの北の方までが日本の領土にして樺太を離すわけです。そしてもう一つ発達するのが船で、船の中で缶詰を作ろうということで、なったのがこの千島列島の北の方に行った船で、カニ港船というのが出来上がってくるわけ。そうするとそのさっき言ったカニ港船のモデルを取りながら母船式漁業というのが栄えていくわけです。母船式漁業の基地として昔から北海道である函館が基地だったわけです。魚類でこう一番上がるのって函館の方なんですか？いや、現在はこっちですよ。こっちの右の方ですか？眠るとか口。あ、そっちなんですか。ああ、このラベルだ、これ見たことあるよ。すごい。ね、こういうカニのマークの。ですからここには日本語が書いてませんね。本当ですね。そして外貨を稼いでたわけ。ああ、カツオもあったんですね。これは昭和になってからね。はい。ニシンの漁獲高はやっぱり小樽がダントツなんだな。うわ、セイウチの剥製、これすげえリアルだな。でけえ。隣はアザラシ。おお、アザラシもかわいいね。知らなかったな。鮭の種類こんなにたくさんあるんだ。これが母船と呼ばれる缶詰を作っている工場になるんですね。船の揺れが体験できるってことで案内していただきました。すげえ。じゃあスイッチ押します。おお。さあ皆さん、これから六甲線に乗って北洋へ出発です。次第に船が揺れてまいりますので、皆さんも十分まだこれ本ちゃんじゃないのこれ。おお、激しくなってきたよ。おお、すごい。日露さんの資料館のようなところでした。いやー、北洋資料館めっちゃ100円で安かったのに楽しかった。ここはぜひ皆さん来てください。面白いです。よし、そろそろ腹減ったんで飯食いに行きたいと思います。函館のラーメンといえばここ、塩ラーメンといえばここ、あじさいさんに行ってみたいと思います。注文したのは塩ラーメンとちょい飲みセットのザンギ1つとクラシックの生ですね。いただきます。来ました、函館の塩ラーメン。めちゃめちゃ透き通ったスープでうまそう。まずはスープから。あ、いいね。待望のザンギがやってきました。
今度はねこのエゾ山椒塩をかけてザンギ食べてみます。うわっとちょっとかけすぎたかもだけど、締めに食べたいあっさりしたラーメンでした。ごちそうさまでした。よし、駅まで戻ってきました。それじゃあ路面電車で函館の駅の方向かいます。函館の駅前の方に戻ってきました。マシューマルの前にやってきました。こちら青函トンネルができてからはもう就航してないみたいなんですけど、それまでは青森と函館をつなぐ市民の足だったみたいです。知らなかった。函館港は世界の最良港の一つにされてるんだって。フェリーもここに昔来て住民が驚いたって書いてある。レンガ倉庫の通りおしゃれだな。函館のスタバでちょっと休憩してきます。ここが北海道第一歩の地なんですって。次はここ行ってみましょう。北方民族資料館。いやー、北方民族資料館面白かったです。トナカイとかね、魚の鮭の皮を使った服だったり靴だったり、そういうのを着てね、寒さをしのいでたっていうアイヌ民族の人たちの生活様式がすごい学びました。面白かったです。元井坂というところにやってきました。花がすげえ綺麗じゃん、この通り。元井坂の途中に旧イギリス領事館がありました。ちょっとね中見ていきたいと思います。こんな感じの作りですね、イギリス領事館。元井坂のてっぺんからの眺めはこんな感じです。続いて元町公園にやってきました。さっき五稜郭行ったんですけど、函館奉行所の後、あそこに移る前はここだったんですね。旧函館区公会堂重要文化財見に行ってみたいと思います。こちらが旧北海道庁函館市庁庁舎。色にインパクトあっていいですね、どれも。5月の函館、花が綺麗に咲いてますね。今日の元町、天気もいいし最高じゃん。旧函館区公会堂の前にやってきました。この黄金色とね、青配色っていうんですかね、こういうの、それで作られた明治時代らしい建物が魅力的です。公会堂のバルコニーからの眺めはこんな感じです。うお、函館港が一望できます。やっぱり新選組が関わった場所っていうのはこういう風に明治らしい建物だったりとか、こう洋館のような作りの建物が多いのがうなずけます。こちらが北海道最古と言われる船玉神社ですね。ただ最古かどうかは事実明らかにされてないそうです。こちらがカトリック元町教会です。やっぱりこういう教会も長崎と並んで函館にもあるんですね。こちらが函館聖ヨハネ教会ですね。続いて函館ハリストス正教会。函館ハリストス正教会はこんな感じです。まばゆいばかりの白だね。続いて函館五穀神社にやってきました。国を守る五穀の神、ここは参拝していこう。函館山から見る景色はどこも海が見えてめちゃめちゃ綺麗ですね。続いてやってきたのは函館公園、市民憩いの場ですね。函館にこんな立派な遊園地あった。子供の国。奥に行くとバイキングまであるもんね。わーお、これが日本最古の観覧車なんだって。なんと動物園までありました。ちょうどクジャクがおっぴろげしてます。鹿さん泣いてるじゃん。鹿さん泣くんだね。鹿さん泣くんだね。あれ、鹿さん来たよ、ほら。ほらほらほら。かわいいね。うずら卵って善玉コレステロールが多いから血管の詰まりを防いでくれる効果があるんだって。これは食べなきゃ。ミニチュアホースさん、すごい小さい。エゾタヌキまでいる。お、タヌキさんいます。見えますか？タヌキさんだ。さあ続いて
やっとメインイベント、函館といえば夜景ですよね。こちらの方からね、ロープウェイの方乗って山頂に行きたいと思います。ロープウェイは大人往復1800円でした。山頂駅に到着しました。時間制限なく1回注文すればずっと入れますので、夜景を見る時間まで時間を潰して夜景が見える時間までいるのをおすすめします。現在6時、今日の日の入りは6時49分、夜景は7時20分だそうです。現在日の入りの時間になりましたんで、タイムラプスの方セットしていきます。いやーね、函館の街徐々にね、こう街灯から明るくなっていく様がすごい綺麗だったんですよね。さすが三大夜景。さあ、うわー、展望台すごい人の数です。日本三大夜景の函館山からの眺望はこんな眺めです。函館からチャンネル登録お願いします。夜景の方とっても綺麗でした。ロープウェイの方降りてきましたんで、十字街から路面電車乗って函館駅の方を向かいます。函館駅に到着しました。今日はここに決めました。イカセイさん入れるかな、予約してないけど。まずは1杯目、札幌クラシックの生いただきます。函館といえばイカ、カツ、ヤリ、刺し、まずはいただきます。朝も食べましたけど夜もいただきます。ボリボリ。ヒレの部分パリパリ。お次は日本酒の国まれいただきます。ホッケと新ごぼうの旨辛唐揚げと、ホッケの唐揚げ初めて食べる。先ほどのヤリイカの刺身の足の部分ですね、唐揚げにしてもらいました。次は函館産のアスパラを焼きでいただきました。エゾシカのヒレ肉のグリルいただきます。いやー、イカセイさん楽しませてもらいました。ごちそうさまでした。昨日の魚さんこさんが美味しかったんで、今日は姉妹店のふさやさんにお邪魔したいと思います。やっぱね、魚さんこさん系列ね、安くてうめえんだよ。絞りたて、今しか飲めない国士無双ですよね。はい、国士無双の絞りたて。絞りたて、はい、ではお願いします。上手上手。人生初のマグロの脳天刺しいただきます。何これ、めっちゃ脂乗ってんじゃん。うま、バカうま。しみるね。ニシンの白子天来ました。うめえ。マグロの脳天刺しとニシンの白子の天ぷら、うますぎてやばいんだけど。なみなみとうわ
あ、やばい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 、こぼれるこぼれるこぼれる、迎え酒って言って自分で口移して酔っ払ってきたので味噌汁の方をいただきました。青さだ、青さたっぷり。芋っこアイスきました。口の中で半々で混ぜるそうです。はい、どうぞ。大きいグラスで。いやー、ふさやさん、昨日に続いて美味しかったです。ごちそうさまでした。現在10時30分、八幡坂の一番上にやってきました。いやー、やっぱ函館いいです。宿の箱場さんに帰ってきました、無事に。2日目は 26,349 歩でした。チェックアウトします。おはようございます。宿の方をチェックアウトしました。今からね、ちょっと駅の方行って朝飯食いに行きたいと思います。今日の函館もめちゃめちゃいい天気です。目の前は八幡坂。こういうところどころにね、港らしい建物があっていい街並みですね、やっぱり函館。こちらが日本最古のコンクリート電柱、角円錐状の形になっているのが特徴的ですね。ちょっと離れたところにもう一本あって、夫婦電柱とも言われているそうです。坂本龍馬記念館ありました。こんなところにも坂本龍馬。十字街の交差点にあるこの見張り台みたいなやつ珍しいよね。十字街っていうね、なかなか洒落た駅の名前のとこから路面電車乗ってね、函館駅の方を向かいたいと思います。朝7時の函館駅前にやってきました。もうね、この時間でも十分に朝市の方はオープンしてますんでね、ちょっと函館朝市どんぶり横丁市場にやってきました。うわー、いっぱいありすぎて悩むけど、俺はこちらいくら亭に行ってみたいと思います。今日も朝から元気です。札幌プラスチックの生も一緒にいただきました。B セットいただきました。ホタテとイクラですね。こちらは味噌汁は数量限定の渡りガニの味噌汁に変更。焼きハラスですね。やっぱ朝これだな。優しいね。この焼きハラスね、皮目まで食べると油しっかりでうまいわ。いくら亭さん腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。さあ今度はね、飯食ったんでちょっと散歩に出かけてカロリー消費したいなと思います。函館駅の横にある運び場と函館横丁ですね。こちらもたくさんの飲食店がね立ち並んでいるようです。歩いて約10分ぐらい、こちらですね、土方歳三最後の地方。新選組の鬼の副長官土方歳三最後の地にやってきましたが、今でもこうして花が手向けられているようです。こちらが噂の一本木関門ですね。土方さんの最後まで戦う武士道に感服いたしました。ちょっと時間あるんでコーヒー、タリーズコーヒーでちょっと休憩していきます。コーヒー飲んで練習頑張ります。この3番乗り場の方から96番バスに乗って空港に向かいたいと思います。普通の路線バスなんですけど、スイカも使えて便利ですね。ただスーツケースある人はやっぱりシャトルバス乗った方がいいかもしれません。このバスは96系統
函館空港に到着しました。今回の函館編はここまで。次回は久しぶりの海外、東南アジア、シンガポール、マレーシア、クアラルンプール編です。お楽しみに。今回の旅で ANA のブロンズランキングに見事なりました。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。